もしもし。あ、もしもし、お久しぶりです。一昨日イタリアに着いて、今ベネチアからこちらに向かってるんですけど、お時間ってあります？もちろんぜひ会いましょう。私の友達にツアーガイドしてる人がいるからお願いしておくね。気をつけてきてね。はい、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあまたね。はい、ありがとうございます。お待たせ。こんにちは。こんにちは。ビチェンツァへようこそいらっしゃいました。はい、初めてなんです。ビチェンツァのこの綺麗な街並みがユネスコの世界遺産に登録されてるんです。綺麗でしょう。とっても綺麗です。実は日本との深いつながりもあるんですよ。知らなかった。じゃあすいません、ご案内よろしくお願いします。はい、こちらこそ。Andiamo? Sì.ヴィチェンツァはパラーディオというルネッサンスの建築家の建物が今でもたくさん残っていることから世界遺産になったのですが、あれが代表作のラ・ロトンダです。彼の建築様式はイギリスをはじめヨーロッパにとっても影響を与えたんです。素敵ですね。そういえばこういうパラディオ様式の建物、どこかで見たことあるような気がします。ほら、アメリカのワシントンのホワイトハウスなんかも同じスタイルよ。次はパラディオが設計した劇場ね。ここに日本とのつながりがあるのよ。今日天気良くてよかったね。そうですね。このオリンピック劇場は今でもコンサートが行われている世界で最古の室内劇場なんです。こけら落としは1585年です。その年にはなんと日本から4人の少年たちがここを訪れてるんですよ。あそこのフレスコ画に描かれている前の4人がその少年たちです。それって九州のキリシタン大名が送った天正の慶音少年施設のことですか？なんか教科書で見たことあるような気がします。すごいつながりですね。びっくりでしょう。なかなか知られてないのよ。ではその有名な建築家のパラーディオさんに会いに行きましょう。はい、じゃあ次はパラディオさんの像の前です。こちらがパラディオさん。そして、お二人の後ろにあるとっても大きな建物、バジリカというんですけれども、これももちろん彼の設計なんですよ。こちらのバジリカは1549年、パラディオの出世作です。そうそう、私からプレゼントがあるんです。近くにとっても有名なパネットーネのお店があって、クリスマスにはいつもここの買ってるんですよ。ほら、パッケージにもあの柱がデザインされてるんです。はい、ありがとうございます。すごいかわいい。友達にも買って帰りたいんですけど。やっぱりパネットーネはロイゾンよね。とっても美味しいの。そうだ、私社長知ってるからお店に行ってみる？ちょっとこれから電話してみる。Ciao Dario. Ciao. Sono in centro con la mia amica giapponese. Possiamo visitare il tuo negozio? Assolutamente sì. Grazie. Ti aspetto. A dopo. Dai, andiamo?